これはカレーです。でも、普通のカレーとちょっと違いますね。そうです。このカレーは黒い。では、このカレーは？そうですね。このカレーは赤い。え、ちょっと待ってくださいね。このカレーは赤い。これでも良さそうですね。じゃあ、最初の文をもう一度見てみましょう。このカレーは黒い。これはちょっと変ですね。どうして赤いにはピッチパターンが2つあるんでしょうか？この動画では、形容詞のピッチパターンの種類と、その練習方法についてお話しします。形容詞のピッチパターンには、一般的に2つの種類があります。1つ目は、のピッチが下がらないパターンです。赤いはピッチが下がりません。2つ目は、のピッチが下がるパターンです。黒いは、のピッチが下がります。では、辞書を見てみましょう。スーパー大辞林では、赤いはこのように書かれています。この数字の0は、ピッチが下がらないことを意味します。黒いはこのように書かれています。この数字の2は、のピッチが下がることを示します。次に NHK 日本語発音アクセント新辞典を見てみましょう。赤いのいの横の赤い棒は、のピッチが下がらないことを意味します。そして赤いという言葉の後のピッチが下がらないということを意味します。黒いは、のピッチが下がることがわかります。では次に、オージャットを見てみましょう。オージャットには、単語検索というところがあります。ここをクリックしてみてください。すると、このような画面になります。ここでアクセントの揺れを表示にしてください。ピッチカーブも表示にしてください。単語の検索のところに赤いと入力して点を打ってください。その後に黒いを入力してください。実行を押します。すると、このようなリストが出てきます。ここで必要なのは、形容詞の後に名詞が来る形、それと、いですという形、そして、いで文章が終わる形です。今回はこの3つだけを比べます。ですから、この3つ以外のチェックを外してください。すると、このような画面になります。まず、いです系のピッチパターンを見ましょう。赤いです。いですのピッチが下がっています。黒いです。これもいですのピッチが下がっています。ですから、両方ともピッチパターンは同じということですね。皆さんに最初に覚えていただきたいのは、いです系のピッチパターンです。いです系は全部いですのピッチが下がります。次に、いの後に名詞が来るパターンです。赤いは、いのピッチが下がりませんね。赤いカレー、このようなピッチパターンになります。そして、黒いは、
いのピッチが下がります。黒いカレー、このようなピッチパターンになります。ですから、形容詞の後に名詞が来る形には、この2種類のピッチパターンがあると考えてください。次に、いで文が終わるパターンです。まず、黒いから見ていきましょう。黒いは、いのピッチが下がります。この一つのパターンしかありません。ところが、赤いの場合は、いのピッチが下がらなかったり、下がったりします。ですから、赤いで終わったり、赤いで終わったりします。では次に、一番良い練習方法を考えます。最初に、いです系を練習してください。いです系はピッチパターンが一つしかありません。いですのピッチが下がります。ですから、まずこれをマスターしてください。次に、い形容詞の後に名詞をつけて練習してください。この名詞をつけて練習するということがとても大切です。気をつけていただきたいのは、名詞をつけないで、い形容詞だけを練習する方法です。この方法はよくありません。い形容詞で文が終わる形と区別ができないからです。ですから、い形容詞プラス N の練習をするときには、必ずい形容詞の後に名詞をつけて練習してください。そして、いです系といプラス N 系の2つが発音できるようになれば、自然といで文が終わる発音もできるようになります。では、実際に練習してみましょう。まず、いです系の練習です。このカレーは赤いです。このようなピッチパターンになります。この点々のところはピッチがありません。あでピッチが下がって、かでピッチが上がります。そして、いですのピッチが下がっています。このカレーは黒いです。これも赤いですと同じピッチパターンですね。くのピッチが下がって、ろのピッチが上がります。そして、いですのピッチが下がります。次は、いプラス N 形です。赤いカレー。カレーは名詞ですから、このように形容詞の後に名詞をつけて練習してください。黒いカレー。このようになります。だいぶピッチパターンが違いますね。いのピッチが下がっている、そして下がっていないという違いがありますけれど、その後のカレーのかにも注目してください。赤いカレーのかはピッチが下がっていません。それは赤いのいのピッチが下がっていないからです。それに対し黒いカレーのかはピッチが下がっています。それは黒いのいのピッチが下がっているからです。今回はい形容詞のピッチパターンについてお話ししました。いです系はいですのピッチが下がる1パターンしかありません。いプラス N 系はいが下がるか下がらないかの2パターンです。いで文が終わる場合はいが下がったり下がらなかったりのバリエーションがあります。ですから、いです系といプラス N 系をまずたくさん練習してください。
そして、いプラス N 形を練習するときは、形容詞に名詞をつけて練習することが大切です。では、これには例外はあるんでしょうか？あります。例外については、次のビデオで紹介します。